理解説、即、結末を知っていても面白い。何度でも見たい、どんでん返し映画の金字塔。まだあった衝撃の名作ベスト10。マリサ、前回大好評だった、どんでん返し映画ベスト10の続編。ついに始まるのね。ああ、だが、その前に一番大事な注意喚起だ。この動画は、紹介する映画の結末や革新的なトリックにがっつり触れる。つまり、完全なネタバレありだから、未見の人は気をつけてくれよな。そうだったわ。もし、まだ見ていない映画がランクインしていたら、一度この動画を止めて、映画を見てから戻ってきてくれると、私たちの解説がもっと楽しめるはずよ。そういうことだぜ。さて、準備はいいか？今回は、続何度でも見たい、どんでん返し映画の金字塔と題して、前回紹介しきれなかった傑作たちをお届けするぜ。今回も騙される準備はできてるわ。早速、ランキングの発表をお願いします。第10位。そう、2004年。やっぱり10位は、そうなのね。あのジグソーって名前を聞くだけで、トラウマが蘇るわ。まあまあ、落ち着けって。だがなレイム、この映画はただグロテスクなだけじゃない。結末を知ってから見ると、その巧みな脚本術に鳥肌が立つ、極上のミステリーでもあるんだぜ。ミステリー？あんなに痛そうなのに？でも、犯人が分かっちゃったら、もう驚きはないんじゃないの？ふふふ、甘いな。この映画の犯人、ジグソーがどこから登場したか覚えているか？そう、部屋の中央に転がっていた死体そのものだった。つまり、ゲームの参加者たちは、最初から最後まで、犯人の目の前で必死にもがいていたってわけだ。言われてみればそうだったわ。ってことは、二度目に見ると、その視点でずっと見ちゃうってこと？ああ、すべてのシーンが全く別の恐怖を帯びてくるんだ。例えば、アダムたちが死体のすぐ横で脱出の相談をするだろ？あれは全部、ジグソーに筒抜けだったんだぜ。特に、カメラが死体、つまりジグソーの視点から彼らを映し出す瞬間に気づくと、その恐怖はさらに増すはずだ。さらに、ジグソーがテープで語るゲームを最前線で鑑賞するのが趣味だっていうセリフ。初見ではただの異常者のセリフだが、二度目には文字通り、あんたの目の前にいるぜっていう、悪趣味極まりないヒントだったことに気づいてゾッとするんだ。そんなの反則じゃない。犯人が死体のふりをしてるなんて、誰も思わないわよ。だろ？この、東大元暮らしを極限まで突き詰めた、脚本の見事さ。そして、最後まで死体として微動だにしなかった、ジグソー役のトビンベルの開演。この完璧すぎるトリックがどうやって成立していたのかを一つ一つ確認するために、怖いもの見たさで、つい何度も見てしまうんだぜ。第9位。鑑定士と顔のない依頼人。2013年。第10位からいきなり心臓に悪いわね。第9位はもう少し、穏やかな映画だといいんだけど。ふふ、どうかな。第9位は2013年公開の鑑定士と顔のない依頼人だぜ。これは一見、美術品をめぐる静かで美しい恋愛ミステリーに見える。だがその実、人間の心をじわじわと蝕む、猛毒のような結末が待っているんだ。猛毒だなんて。でも恋愛ミステリーなのよね？一体どんなお話なの？主人公は、どんな贋作も見抜く天才美術鑑定士バージル。彼は極度の潔癖症で、他人が触れたものには一切触れない孤高の男だ。そんな彼が、屋敷に引きこもる謎の依頼人クレアに人生初の恋をする。だがな、レイム。この映画の本当の恐ろしさは、結末を知ってから二度目を見た時に始まるんだぜ。二度目に見た時。またそのパターンね。でも、そんなに違うものなの？ああ、まるで別の映画に見えるぜ。初見でバージルの純愛に感動したシーンのすべてが、二度目には彼の心をもてあそび、全財産を奪うための、冷酷で計算され尽くした罠として牙を剥くんだ。例えば、バージルの長年の友人ビリー。彼が親身になってバージルの恋の相談に乗るシーンがあるんだが、結末を知ってから見ると、その優しい言葉の一つ一つが、獲物を追い詰めるための甘い毒だったことに気づいて、背筋が凍るんだぜ。信じていた友人の優しさが、全部演技だったなんて。
人間不信になるわ。だろ？さらに、心を閉ざしていたクレアが初めてバージルの前に姿を現すシーン。初見では息を飲むほど感動的だが、二度目には、ターゲットを完全に油断させるための女優の完璧な演技に見えてくるんだ。天才鑑定士が唯一本物だと信じた愛だけが、皮肉にも完全な贋作だったというわけだ。この芸術品のような詐欺の仕掛けを一つ一つ確認するために、何度でも見てしまうんだぜ。第8位、大逆転、1983年。さて、続く第8位は何かしら？今度は少し、笑える映画だといいんだけど。おお、それならうってつけの作品があるぜ。第8位は、1983年公開、エディ・マーフィ主演の傑作コメディ、大楽天だ。あ、知ってるわ。エディ・マーフィがまだ若くて、すごく面白い映画よね。あれ？でもマリサ、これってどんでん返し映画だったかしら？ただのコメディっていう印象が強いんだけど。ふふ、いいところに気づいたな、レイム。この映画のどんでん返しは、犯人が誰か、とかいうサスペンスじゃないんだ。物語のすべてが、観客の目の前でひっくり返る。まさに、痛快という言葉がぴったりの大楽天劇なんだぜ。結末を知ってから見ると、その仕掛けの見事さにニヤニヤが止まらなくなるんだ。そうなのね。詳しく教えてほしいわ。物語は、大富豪のデューク兄弟が交わす、たった$1の賭けから始まる。人間、出世するのは血統か環境か。このくだらない賭けのために、エリート証券マンのルイスと、詐欺師のバレンタインの人生が、ある日突然入れ替えられてしまうんだ。結末を知ってから見ると、この兄弟の非道な企みの上で、二人の主人公が翻弄される姿が、単なるコメディとしてだけじゃなく、痛烈な社会風刺として見えてくるんだぜ。たった$1のために人生をめちゃくちゃにされるなんて、ひどすぎるわ。だろ？そして何より、すべてを知った二人がデューク兄弟に仕掛ける、クライマックスの復讐劇だ。不正な情報で市場を操作しようとする兄弟を、さらにその裏をかく偽の情報で破産に追い込む。例えば、大量のオレンジジュースを不作と偽って高値で買い占めさせ、実は豊作だったという偽情報を流して暴落させる。といった周到な策略だ。このオレンジジュースの先物取引のトリックは、一度全体像を理解してからもう一度見ると、ああ、この時のセリフが伏線だったのか。ってうならされること間違いなしだぜ。完全懲悪の爽快感を、完璧に計算された脚本で味わえるからこそ、何度でも見たくなるんだ。第7位、ワイルドシングス、1998年。次は第7位ね。なんだかもう、誰も信じられなくなりそうよ。なら今回は究極の人間不信ムービーを紹介してやるぜ。第7位は、1998年公開のワイルドシングスだ。こいつはどんでん返しなんて生優しいもんじゃない。どんでん返しに次ぐどんでん返しで、観客の脳をシェイクしてくるような、ジェットコースタースリラーなんだぜ。ワイルドシングス、知ってるわ。なんだかすごくセクシーで、過激な映画っていうイメージがあるけど、まあ、それも間違っちゃいないな。だが、この映画の本質はそこじゃない。結末を知ってからもう一度見ると、すべてのシーン、すべてのセリフ、すべての視線が、恐ろしいほどの伏線だったことに気づかされるんだ。また、そんなにすごいの？ああ。最初は、教師サムが女子生徒ケリーにレイプで訴えられる。よくある法廷サスペンスだと思うだろ？だが裁判が終わった途端、実はそれが和解金を狙った3人の共謀だったと明かされる。しかし、話はそれだけでは終わらない。仲間割れが起き、殺人が起き、ついには担当刑事までグルだったと判明する。観客がじゃあ黒幕はこの人？と思うたびに、その前提がひっくり返るんだぜ。もう何が何だかわからないわ。一体、誰が本当のことを言ってるの？その答えが、この映画の最大の発明なんだ。なんと、物語の本当の結末は、映画本編が終わった後のエンドロールで明かされるんだぜ。エンドロール中に、事件の裏で真犯人がどう立ち回っていたかの映像が次々と流れる。本編で一番か弱く見えた女子生徒のスージーが、
実は最初から全てを操っていた黒幕だったと知った時の衝撃は、まさに鳥肌ものだ。あの刑事も仲間だったの。あの殺人も計画通り。本編で信じていたものが全て崩壊していくんだ。この仕掛けがあるからこそ、答え合わせのために、何度でも見てしまうんだ。第6位、太陽がいっぱい、1960年。だんだん息が詰まってきたわ。第6位は、もう少し爽やかな映画がいいな。タイトルに太陽って入ってるし。おお、いいチョイスだぜ。第6位は、1960年公開の太陽がいっぱいだ。主演のアラン・ドロンを、一躍世界のスターダムに押し上げた、まさに伝説的な傑作サスペンスだな。アラン・ドロン、名前は聞いたことがあるわ。すごく美しい俳優さんよね。でも、サスペンスってことは、これもやっぱり、その通り。これも完全犯罪がテーマだが、結末を知ってから見ると、その味わいがガラリと変わるんだぜ。初見ではトムが仕掛ける完全犯罪が成功するのか、ただハラハラドキドキする。だが、あの皮肉な結末を知っていると、彼の計画の危うさと、破滅へと向かう男の悲哀が、たまらなく魅力的に見えてくるんだ。破滅へと向かう魅力。なんだか難しそうね。貧しい青年トムが、裕福なフィリップを殺害して彼になりすます。アラン・ドロンの彫刻のような美しさと、地中海の眩しい太陽が、トムの犯行をどこか牧歌的に見せるんだ。だが、トムはフィリップのサインを必死に練習し、声色を真似るんだが、結末を知っていると、その努力のすべてが、やがて訪れる破滅への虚しい抵抗に見えてくるんだぜ。そして何より、映画史に残るあのラストシーンだ。そんなに有名なラストなの？ああ。すべてを手に入れ、恋人とビーチでくつろぐトム。ニーノ・ロータ作曲の哀愁漂う名曲が流れる中、彼の人生はまさに太陽がいっぱいだ。だが、その幸福の絶頂で、警察がやってきて告げるんだ。売却されたヨットのスクリューに、ロープが絡まっていてね。と。そう、そのロープこそ、トムがフィリップの死体を縛って海に沈めた、完全犯罪の唯一のほころびだったんだ。結末を知っているからこそ、トムが死体を海に捨てるシーンが、ただの犯行ではなく、自らの破滅を決定づける運命の瞬間として目に焼き付く。この天国と地獄のコントラストを味わいたくて、何度でも見てしまうんだぜ。第5位、めまい、1958年。いよいよベスト5ね。次はどんな映画なの？第5位は、サスペンスの神様、アルフレッド・ヒッチコックが1958年に生み出した、悪夢のような傑作、めまいだぜ。ヒッチコック、なんだか名前を聞くだけで、もう怖いんだけど、めまいっていうくらいだから、目が回るようなトリックがあるのかしら？その通り。だが、この映画の本当に革新的なところは、どんでん返しがいつ明かされるか、という点にあるんだ。普通、真相は最後に明かされるだろ？だがヒッチコックは、なんと物語がまだ3分の2も残っている時点で、観客にだけ真相をばらしてしまうんだぜ。どうしてそんなことを？それじゃあ、見てる方は犯人がわかっちゃうじゃない。それこそが神様の狙いなんだ。物語の前半、主人公のスコテは、死者の霊に取り憑かれた美女マデリンに恋をするが、自分のめまいのせいで彼女の投身自殺を止められない。だが、観客は物語の途中で知ってしまうんだ。実はマデリンは偽物で、すべてはスコテの高所恐怖症を利用した完全犯罪だったと。なるほど。じゃあ、後半は一体何を描いているの？後半は、すべてを知っている観客が、何も知らない主人公スコテが、マデリンとうり二つの女性ジュディ、実はマデリンを演じていた本人を、死んだマデリンの姿に作り変えていく異常な執着を、神の視点で見せつけられるんだ。髪を染めさせ、同じ服を着せ、死者を蘇らせようとする狂気。主人公のめまいを映像で表現した有名なめまいショットも相まって、観客は登場人物の心の闇を覗き見る共犯者にさせられる。この盗作した愛の行方を味わうために、人は何度でもこの悪夢に引き込まれてしまうんだぜ。第4位、オリエント急行殺人事件、1974年。いよいよ第4位ね。
ここまで来ると、もう普通のサスペンスじゃ驚けないわよ。ふふふ、ならばこれはどうだ？第4位は、ミステリーの女王、アガサ・クリスティが生んだ、あまりにも有名な傑作、オリエント急行殺人事件だぜ。おお、タイトルは聞いたことがあるわ。豪華列車の中で事件が起きるのよね。でも、これって古典的な犯人当てミステリーじゃないの？その通り。だがな、この物語のどんでん返しは、犯人は誰かという問いの、遥か斜め上を行く答えを提示するんだ。そして、結末を知ってからもう一度見ると、犯人たちの覚悟と、名探偵ポアロの苦悩が、より深く胸に突き刺さるんだぜ。覚悟と苦悩。どういうこと？舞台は、大雪で立ち往生した豪華列車。そこで、一人の富豪が刺し殺されるんだ。乗客は国籍も身分もバラバラな13人。だが捜査を進めるうち、驚愕の事実が判明する。なんと、殺された男は、かつて少女を誘拐して殺した凶悪犯で、そして乗客全員が、その事件で人生をめちゃくちゃにされた被害者の関係者だったんだ。じゃあ、もしかして犯人は、そのまさかなんだ。ポアロが最後に提示する真相。それは乗客12人、全員が犯人という、前代未聞のものだった。結末を知ってから見ると、乗客たちの何気ない会話や振る舞いの一つ一つが、復讐という目的を遂げるための、完璧な演技だったことに気づかされる。そして、法で裁かれなかった悪を前に、真実を暴いたポアロが最後に下す。正義と法の間で苦悩するある決断。その人間味あふれる結末の意味をかみ締めるために、この豪華列車に、何度でも乗り込みたくなるんだぜ。第3位、スティング、1973年。いよいよトップ3ね。ここからは生半可な作品じゃ、もう驚けないわよ。第3位はどんな映画なのかしら？任せておけ。第3位は、映画史に燦然と輝く、最高に洒落てて、最高に痛快な傑作だぜ。1973年に公開され、アカデミー作品賞をはじめ7部門を総なめにした伝説の映画、スティングだ。スティング、ポール・ニューマンとロバート・レッドフォードの、スコット・ジョプリンのジ・エンターテイナーの音楽も、聞くだけでワクワクするわよね。でも、これってどんでん返しっていうより、詐欺師たちが活躍するクライムコメディってイメージが強いんだけど、その通り、これはコンゲーム、つまり信用詐欺をテーマにした映画だ。だがなレイム、この映画が伝説たるゆえんは、ターゲットの大物ギャングだけじゃなく、見ている我々観客までも、最後の最後まで完璧に、そして最高に気持ちよく騙しきってしまう。その芸術的な脚本にあるんだぜ。観客まで、なんだか私たちまでは何かけられてるみたいで、ドキドキするわね。一体、どういうことなの？物語は、仲間を殺された若き詐欺師フッカー、レッドフォードが、伝説の賭博師ゴンドルフ、ニューマンと組んで、大物ギャングに復讐する話だ。偽の競馬賭博場を丸ごと一つ作り上げて、大金を騙し取るっていう壮大な計画なんだが、結末を知ってからもう一度見ると、その仕掛けのあまりの細かさと美しさに、感動すら覚えるんだ。偽の賭博場を丸ごと。すごいわね。二度目だと、どんな新しい発見があるの？例えば、賭博場の従業員や酒場の客、電信を打つ係員まで、画面に映る登場人物のほとんどが、実は詐欺師仲間が演じている役者なんだ。誰が本当の仲間で、誰がただのエキストラなのか、初見では全く見分けがつかない。だが、真相を知っていると、彼らの視線のやり取りや、絶妙なタイミングで入る合図の一つ一つが、ターゲットを穴にはめるための完璧な連携プレイだったことに気づいて、思わずうなってしまうんだぜ。映画全体が壮大なお芝居になってるのね。想像するだけでワクワクするわ。そして何より、映画史に語り継がれる衝撃のクライマックスだ。計画がまさに成功するっていうその瞬間、アジトに FBI が踏み込んできて、なんと仲間のはずのゴンドルフをフッカーが裏切り者と分かって撃ち殺す。さらに、そのゴンドルフも FBI に撃たれてしまうんだ。そんな結末なの？あんまりよ、仲間割れなんて悲しすぎるわ。だが、
標的のギャングが大金を置いて慌てて逃げ出した後、血まみれで死んだはずの全員が、にやりと笑いながらむくりと起き上がる。そう、踏み込んできた FBI すらも仲間が演じていた。壮大な芝居の総仕上げ、最後のどんでん返し、スティングだったってわけだ。この完璧な脚本を知っているからこそ、途中でフッカーを執拗に追い詰める FBI 捜査官の厳しい顔も、いい演技してるぜ、手にやりとしながら見られる。この、脚本家にしてやられた、っていう最高の快感のために、人は何度でもこの粋な詐欺師たちに騙されたくなるんだぜ。第2位、ガスト、1944年。いよいよ第2位ね。ここまで来ると、もうどんな手を使っても私を騙すのは無理よ。ふふ、どうかな。第2位は、すべてのどんでん返し映画の原点にして、心理サスペンスというジャンルそのものを確立したと言っても過言ではない。真の金字塔だぜ。1944年公開、ガストーだ。ガストー、イングリッド・バーグマンがアカデミー主演女優賞を取ったっていう伝説の映画ね。知ってるわ。心理的虐待を意味するガスライティングって言葉の語源になった作品なんでしょ？その通りだぜ、レイム。よく知ってるな。この映画は、愛する夫によって、じわじわと正気を失っていく妻の恐怖を描いた物語だ。だがな、この映画の真の魅力は、その結末を知ってからもう一度見た時に、恐怖が快感へと変わる、その見事なカタルシスにあるんだ。恐怖が快感に。一体どういうことなの？物語は、叔母を殺された過去を持つピアニストのポーラが、夫のグレゴリーと共に、叔母が残した屋敷で新婚生活を始めるところから始まる。だが、その日から奇妙なことが起きる。物がなくなり、屋根裏から物音が聞こえ、そして夜ごと、部屋のガス灯がふっと暗くなるんだ。うわぁ。不気味ね。そんなの、絶対おかしいわ。だろ？だが夫は君の物忘れのせいだ、気のせいだよと優しく囁くだけ。ポーラは次第に、本当に自分がおかしくなったんだと信じ込まされていく。初見では、イングリッド・バーグマンの神がかった演技も相まって、ポーラと共に観客も息が詰まるような恐怖を味わうことになるんだぜ。最低の夫だわ、許せない。でも、それって全部、夫の仕業だったってことよね？ああ。すべては、屋敷に隠された宝石を狙う夫が、彼女を精神病院送りにするための、実に巧妙で残酷な罠だったんだ。ガス灯が暗くなったのも、夫が屋根裏で宝石を探すために、別のガス灯をつけていたからだった。なんて卑劣な。だがな、結末を知ってから見ると、この映画は全く別の顔を見せる。二度目の鑑賞では、我々はもう騙されない。夫の優しい言葉が全て嘘だとわかっているから、その一つ一つがいかにポーラを追い詰めるための計算されたものであるか、その悪魔的な手口を冷静に分析できるんだ。そしてクライマックス、全ての真相を知ったポーラが、縛り上げられた夫に対して、今度は自分がおかしくなったふりをしながら、じわじわと復讐していく。この、虐げられ続けたヒロインが、最後にはっきりと脳を突きつける瞬間の痛快さ。この逆転劇の快感を味わうために、人は何度でもこの屋敷のガス灯に火を灯したくなるんだぜ。第1位、幻の女、1944年。ついに第1位ね。ここまで来たら、もうどんな結末でも驚かないわよ。さあ、最高のどんでん返しを見せてちょうだい。ふふ、望むところだぜ。数あるどんでん返し映画の中で、今回、栄えある第1位に輝くのは、光と影のコントラストが美しいフィルムノワールの歴史にその名を刻む、1944年の傑作ミステリー、幻の女だ。幻の女、なんだかタイトルからしてミステリアスね。でも、40年代の白黒映画が1位なの？最近の凝った映画と比べて、本当にすごいの？ああ、舐めてかかると腰を抜かすぜ。この映画のどんでん返しは、ただ犯人が意外だ、というレベルじゃない。観客が信じていた前提そのものを、根底から覆してくるんだ。そして、結末を知ってからもう一度見ると、真犯人のある行動のすべてが、悪魔のように計算され尽くした罠だったことに気づいて、心の底から震え上がることになるぜ。悪魔の罠。
一体、どんな物語なの？妻と喧嘩した男スコットが、バーで出会った風変わりな帽子の女と気晴らしに夜を過ごす。だが、家に帰ると妻は殺され、スコットが容疑者として逮捕される。彼のアリバイを証明できるのは、あの帽子の女だけ。だが、バーテンダーも、タクシーの運転手も、誰もが口を揃えて言うんだ。そんな女、いなかったと。みんなで口裏を合わせてるってこと？怖すぎるわ。そう、まるで街全体が敵になったかのようだ。スコットを信じるのは、秘書のカンザスただ一人。彼女は存在しないはずの幻の女を探し、命がけで真相に迫っていく。初見では、観客もカンザスと一緒に、幻の女はどこに消えたんだと必死に謎を追うことになる。もう、先が気になって仕方ないわ。だがな、結末を知ってから見ると、この映画は全く別の顔を見せるんだ。実は、カンザスの捜査に親身に協力してくれていた、スコットの頼れる親友マーロー。彼こそが、真犯人だったんだ。彼はスコットの妻に恋するあまり彼女を殺し、そして、スコットのアリバイ証人である幻の女を、確かに見ていたんだぜ。まさか、親友が、見てたのに、黙ってたの？ああ。それどころか、カンザスが証人を見つけそうになるたびに、先回りして証拠を消していたんだ。つまり、二度目の干渉では、我々は幻の女はどこだではなく、マーローがどうやってカンザスの捜査を妨害するのかという、全く新しいサスペンスを味わうことになる。親友のふりをして主人公を励ます彼の優しい言葉の裏にある、底知れぬ悪意。この、視点が180度反転する恐怖と快感こそが、幻の女を映画史に残るどんでん返しの王座に君臨させている理由なんだぜ。総評、まとめ。今回もすごい映画ばっかりだったわね。もうすっかり騙され疲れちゃった。それだけ見応えがあったってことだな。今回紹介した10作品は、ただ結末が衝撃的なだけじゃない。ラストを知ることで、作り手がいかに巧妙に伏線を張り巡らせていたかに気づけるんだ。一度目は物語に騙されて、二度目はその見事な手口に感動する。一度で二度美味しいっていうのは、そういうことだったのね。その通りだぜ。さて、世の中には、まだまだ我々が紹介しきれていない、主翼のどんでん返し映画が眠っているはずだ。もし、皆さんの心に残る衝撃の映画があれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。みんなの熱い映画談義、待ってるぜ。この動画が面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。